皆さんこんにちは、大川祐介です。今回はですね、DJI さんから新しく発表された Mavic Air 2のご紹介をしたいと思います。はい。ちょっとね、冒頭遊びすぎて暑くて半袖に変えたんですけど、そんな話は置いといてですね。僕のこの機材並びにも DJI さんのドローンってのはたくさんありましてですね、本当にこう並べてみると、サイズも違うし、スペックも違うし、本当にそれぞれ、いい部分があるんですけれども、なんて言うんだろうな、Mavic 2 Pro はシネマティックなかっこいい表現をするんだったら、もうナンバーワンだと思うし、Mavic Mini はドローン初心者の方、一番最初にこれを使うべきだし、Mavic Air は個人的には狭いところを高画質でいくみたいな感じの、本当にそれぞれ全然違うんですけれども、今回こちらの Mavic Air 2はどのような立ち位置になるのかっていうのを動画クリエイター目線でお伝えできればなと思っております。まずサイズからですね。もう見ていただければもう一目瞭然ですね。Mavic 2 Pro よりも少し小さくて、Mavic Air、Mavic Mini よりも大きいというサイズになっていますね。で、このサイズが物語っているように、Mavic 2 Pro 並みのスペックが備わっているという、これからね、スペックの話をするんですけれども、もう僕は正直この機材を基本的に持ち運ぶだろうなというふうに推測しております。で、どのようなスペックかと言いますとですね、4K の60フレームが撮れるんですね。4K の60フレームで Mavic Air 2が収録できるのがなんですごいかって言いますと、DJI さんのコンシューマー向けのドローンの中で 4K の60フレームが撮影できるのって、Phantom 4 Pro と、あと、この Mavic Air 2だけなんですね。この Mavic Air と Mavic 2 Pro ってのは、Mavic 2 Zoom もですけど、4K の24とか30フレームでしか撮れなかったんですね。で、60フレーム 4K で必要ないでしょと思う方いるんですけれども、やっぱりこの動画クリエイターのプロとして、やっぱ 4K とかね、より高画質で、かつそれでスローモーションで撮れたら、それに越したことはないんですよ。例えばこうやって旋回してる時に音楽に合わせて緩急、スピードランプで緩急をつけたい時にスローモーションでできなかったら表現の幅ってのは少し狭まってしまうと。フル HD に下げなきゃいけないなみたいな感じで妥協していつも撮影していたんですけれども、この Mavic Air 2は 4K の60フレームまで撮影できるっていうことで、まずその時点でもうスペックが全然違うというところで認識していただけたら幸いです。で、4K60 フレームだけじゃなくてですね、HDR 撮影もできるんです。しかも動画、写真、パノラマ3つです。はい。で、HDR 撮影って言ったら何のことっていう方多分絶対多いと思ってて、僕もね、最初の頃は全然わかんなかったんですけど、ダイナミックレンジってのは聞いたことあると思うんですけども、いわゆるね、明るさの幅が広いと思っていただけたら幸いです。これがね、多分簡単な言い方だと思うんですけれども、例えば、夕日の撮影をしているときに、太陽の方に明るさを合わせるとですね、なんか黒の方が、なんていうんだろうな、持ち上がって、白飛びしてしまうとか、もしくはね、黒の方に合わせたら、もう白飛びしまくっちゃうみたいな、このね、明るさの幅が狭いので、グレーディングが難しかったんですよ。けどですね、この HDR 撮影をすることによって、太陽の周りはしっかり明るさを保ったまま、暗い部分も黒つぶれせずにいい感じにこの明るさを調整できるっていうのが HDR 撮影と思っていただけたらとても嬉しいです。で、それがね、動画だけじゃなくて写真も使えるっていう本当に HDR 撮影ができるに越したことはないと思っていますので、そういった機能が搭載されております。次にですね、フォーカストラックです。ポイントオブインタレスト 3.0 とアクティブトラック 3.0、スポットライト 2.0っていう3つのね、高度なトラッキング機能を組み合わせたものになっているんですけれども、このワードだけ聞いても、なんのこっちゃのことだと思うんですけれども、本当にその通りで、一つずつね、映像を交えながら皆さんにご説明しますのでご安心ください。まずですね、アクティブトラック 3.0 というものになります。で、こちらは DJI の新しいアクティブトラック技術により、障害物を避けながら、かつてないほどスムーズに被写体を追尾することができるんですね。マウスが動きますと。そうなったらちゃんと追尾してくれると。こんな感じで。で、障害物があってもしっかり避けて追尾してくれるっていう素晴らしい機能になっております。次にスポットライト 2.0 ですね。こちらは被写体をロックオンさせたまま自由に飛行することができるんですね。
なので、本当にドローンを飛ばしたての方がアップデートする機材としてはとても良くてですね、やっぱり自由に撮影してしまうとカメラがやっぱ滑らかじゃなくなったりとかガクついたりするんですよね。そうするとシネマティックな表現にはちょっともったいないかなと思っていて、こうやってね、操縦者のサポートをね、このソフトがやってくれるっていうのはとても素晴らしい機能だと思っております。で、もう一つ、ポイントオブインタレストですね。こちらはですね、高度な位置測定技術によって旋回する機能ですね。この Mavic Air 2が旋回しながら追うことができるんですね。これがフォーカストラックという、3つのね、主な特徴になっております。僕もね、こういった機能を認識した時にはいらないだろうと思ったんですけど、やっぱりこの手動でやってると、ガクついたりとか、滑らかに取れなかったりするんですよ。そういったところを、操縦まだ難しいなって思う方がいたら、こうやってね、Mavic Air 2のソフトがサポートしてくれるので、よりシネマティックな表現に結びつきやすくなると思っていただけたらとても嬉しいです。次です。先ほどね 4K の60フレーム、動画でねご説明したと思うんですけど、写真も半端じゃないです。こちら48メガピクセル撮影可能です。こちら Mavic Air でね僕もよく撮影していたんですけど、こちらね、12メガピクセルです。こちら Mavic Air 2はですね48メガピクセルということなんで約4倍となっておりますね。そのぐらい写真撮影が素晴らしいんですよ。で、ドローンってやっぱり普段ね、人間が見ている視覚っていうのは、この地上の絵だと思うんですけど、ドローンって、やっぱり普段見ることができないような景色を捉えることができるんで、写真と動画両方とも綺麗な画質で撮りたいっていうのは、もうずっと思っていたことなんですけれども、もう写真もね、ハイクオリティに撮れるっていうことで、本当にハイクオリティに空撮をするのであれば、Mavic Air 2は間違いないかなと思っております。次ですね。DJI のドローンといえば、やっぱり欠点っていうものもあると思うんですね。Mavic Mini と Mavic Air が特に顕著なんですけれども、やっぱり電波障害があるんですよ。これは、やっぱりこの DJI さんが悪いとかじゃなくて、環境がもうしょうがないんですよね。例えば、こうやって崖の下とかに入ると一気に干渉したりとかね。すごいやっぱそうなると、滑らかな映像撮れないし、ノイズが入ってしまうっていう状況がたまにあるので、このね、電波干渉ってのはすごく、自分の中では問題視してるんですよ。で、Mavic 2 Pro はさすがに優秀です。電波干渉をすることがあまり多くないので素晴らしいんですけれども、こちら Mavic Air 2もOcuSign 2.0 という動画伝送技術を使っていまして、動画伝送が日本でね最大 6km まで可能となってるんですね。なので Mavic 2 Pro 並みの操縦のしやすさが実現できるのかと思っております。次にですね、気になる最大フライト時間なんですけれども、皆さん何分だと思いますか？考えてください。いやー、やばかったですね。34分間。はい。こちらね、見ていただければわかるんですけど、ちょっとね、コントローラーが少し変わったんですよね、形が。いつものやつと。こちらの上の方に iPhone を置いて操縦スタイルになりました。で、このコントローラー変わったってのと、こんな感じでカバンもあるので、カバンをつけながら、ドローン撮影した時に、ここから機材を出す。みたいな感じで、携帯性も優れてるってことですね。はい。ご説明したいと思います。はい。正解は34分です。バッテリーが2、3個あったらどんな環境でも永遠に撮り続けてしまうぐらいの、時間となっております。これもすごく大事なポイントですね。次に、ハイパーラプスです。ハイパーラプスって何って思う方いると思うので、まずここで参考映像をご覧ください。どうぞ。はい。ドローンハイパーラプスね、僕もたくさん使用しているんですけども、まずね、タイプラプスの原理からお話ししますと、この長時間の撮影、何秒間に1枚ごとに撮ることによって、この長時間を一気に凝縮させるので、よりダイナミックな映像演出になると。そのタイムラプスの機能を、ドローンでかつハイパーラプスで使用することができるっていう、優れた機能になってるんですけれども、僕も Mavic 2 Pro、Mavic 2 Zoom でハワイとかね、たくさんドローンハイパーラプスをやらせていただいたんですけれども、その機能がこの Mavic Air 2にも踏襲されております。でね、モードが4つありまして、フリー、サークル、コースロック、ウェイポイント。
こちらの4つとなっております。で、これはね、Mavic 2 Pro の時から僕もね、全部使用させていただいたんですけど、フリーは何枚取るかっていう尺をね、決めた段階で、あと操縦は自由にしてくださいっていうものですね。けど、僕の中では、このね、フリーだと、基本的には直線とかバックしかしないんですよ。ってなってくると、ずっとこのコントロールスティックを押したままにするっていうのが結構大変なんで、フリーはね、あまりおすすめしません。次、サークルですね。これはね、超使います。例えば僕、ハワイとかで山あるじゃないですか。それを iPhone でこうやってタップして、ロックするんですね。そしたらその被写体を旋回してくれるっていうハイパーラプス方法です。これすごい滑らかに、かつ雲とかが動いてるシーンだとめちゃくちゃダイナミックな演出になるので超おすすめです。次にコースロックですね。これは自分が好きなコースを決めて、そこに向かって進んでくれるというものです。ビルの間とか、木の間とかを、ある程度このコースロックをして進むことによって、こういったハイパーラプス表現もあります。次にウェイポイントですね。ポイントを何個かタップするんですよ。1、2、3みたいな。例えばこの場所だと、iPad、マイク、Mavic 2 Pro みたいな感じでタップをすると、カメラがこうやって自動で、こんな感じで向いてくれるんですよ。このハイパーラプス方法はすごく面白いです。なんか本来こういった演出なんて絶対できないので、そういったね、誰もがやってないようなハイパーラプス方法をしたいという方は、そのような機能を使ってみてください。はい。次にですね、APAS3.0 という機能が入っております。この名前だけ聞くとよくわからないと思うんですけれども、高度操縦支援システムというものですね。はっきり言うとこうやって撮影していて、障害物があったら自動で避けてくれますよっていう、めちゃくちゃ優れた機能です。なので、本当にこのドローンを飛ばしたてで、これからもっとハイクオリティにシネマティックな表現をしていきたいという方が、まず買うべきドローンだなってのは、ちょっとね、今回僕も今、レビューをしてまして、改めて感じました。というのは、まだ操縦を慣れていない手動でやるとやっぱガクついたりとか、綺麗に滑らかに撮れなかったりとかすると思うんですけれども、その課題点は、まずこの Mavic Air 2のソフト上で解決してくれると。ある程度このタップとかをすれば綺麗に撮ってくれるっていう機能が搭載されているし、プロの僕からしても手動でね綺麗な映像を撮れるっていう僕からしてもドローン始めたての人がアップデートとして使う機材としてもとてもいいし、ハイエンドな Mavic 2シリーズを使っていた僕からしても使うべき機材だしっていう本当にいいところを取ったドローンとなっております。なのでこの Mavic Air 2ぜひ興味ある方はねチェックしていただけたらと思います。そんな感じで結構ね長々とお話してしまったんですけれども、本当にねここまでドローンがたくさんあるんですけれども、この Mavic Air 2自分に適しているなと思う方はぜひチェックしていただけたらとても嬉しく思います。でね、実際にちょっとこういった状況なのでドローンを外で飛ばしてレビューすることはちょっとできなかったんですけれども、また後日ね落ち着いたらこのドローンを外で飛ばして、そういった Vlog 形式でお伝えしていこうと思うので、今後ともよろしくお願いいたします。ぜひね、この動画いいと思った方はグッドボタンとか、ぜひコメントいただけたらと思います。はい。じゃあそんな感じで今日の動画は以上となります。本日はどうもありがとうございました。じゃあね。